干渉すると幸せに気づく。私は1年以上ほとんど家にいた。まだいる。レストラン、スーパー、電車、全部1年以上入ってない。で、旬は入ったことない。去年の今頃妊娠してた。私は肺の病気で気胸になったことがあるから、出産が危ないかなって不安だった。帝王切開になるんじゃないかなって先生に言われたけど、どうしても自然な分娩やりたくて、自然な分娩もいざとなったら帝王切開もできる病院を選んだ。選んだクリニックは、立ち会いの大事さを考えているところで帝王切開になっても旦那が一緒にいられて、出産の夜も、病院に泊まれるすごくいい感じのクリニックだったはいシュン、ALT として中学生に英語を教えてて、予定日は5月だし、生徒は 3年生で、卒業するから、生徒と一緒に卒業する感じで3月の終わりに退職するつもりだった。生徒との最後の授業でいろいろ伝えたかった。そして卒業式で生徒に別れの言葉も4年間一緒に働いてた先生方にお礼の言葉を言いたかったけど、コロナは日本に来て急に休校となって、私妊娠してたし肺のこともあるから電車に乗るの良くないかなって思って、予定より2週間早く気持ちを伝えずに退職しちゃった。まあそれ悔しかったけど、いつかどっかでまた生徒に会いたいなって思ってる。息子が生まれる6週間前に、先生に大きい病院にいた方がいいよって言われた。赤ちゃんが結構大きくて肺の気胸になる恐れがあるから、なんかあったらそれが一番いいんじゃないのって言われた。でもその時他の病院がコロナのことで立ち会いができない状態になってて、出産一人でできるわけないし、旦那は赤ちゃんのお父さんで私たち夫婦だから旦那が一緒にいないとダメって泣きながら先生にお願いしたの。先生が困ってたと思うけど分かったって言ってくれた。でも条件があると。赤ちゃんが大きいから早く出てこないと自然な分娩がやっぱり危険だから帝王切開になると。38週までに自然に出てこなかったら、赤ちゃんが早く来られるように、今日から毎日3時間以上歩いてくださいも言われた。旦那は教師で、休校だったからテラワークができるようになった。旦那に先生の話をしたら、じゃあ赤ちゃんのために一緒に頑張ろうって言ってくれてとっても優しいね。毎日一緒に3時間以上歩いてた。旦那は休み取れた日には人がいなさそうなところまで運転して、そこの景色を見ながら散歩してた。そして夜の方が人が少ないし、産業がないから毎晩また散歩してた。ちゃんと毎日3時間以上、歩いてた。多分4時間5時間歩いてた日も多かったと思う。そ
その日々今振り返ってみると大切な思い出、息子のしゅんちゃんのために、一緒に頑張ってたし、毎日一緒にいられてデートを言ってる感じだった。怒った。しゅんの話してるよ。でも残念ながら、38週目になって、赤ちゃんが来るそうには全然なかったから帝王世界の予約をした。まあ悔しいけどしょうがないし、帝王世界が怖いけど旦那が、一緒にいたら大丈夫だと思ったところで、先生が帝王世界の場合は、コロナのことでできないことにしていますって言われた。私すごく泣いた。一人でできるわけない。手術を受けたことあるけど、帝王世界は起きてる状態で手術する感じだから、それがすごく怖かった。それにあんなに大切な経験、旦那と一緒に赤ちゃんのために頑張ってきたから、一緒にこの世にお迎えしたいと思った。私たち夫婦にそれがないのって悲しかったし、もうすでに自然な分娩ができないことにがっかりしてたけど、旦那が一緒にいられないなんてすごく大切なことを奪われてる感じだった。怒って悲しくてどうしようもなくていっぱい泣いた。泣いてもう涙が出なくなったら、旦那が、最後の散歩行こうって言ってくれて、息子が生まれる前の日に小さい山登った。30週目の妊娠中、肺の病気のある私が山を登った。今はそれが言えて嬉しい。登ったことで赤ちゃんが出てきてくれるかなって正直希望を持ったけど、やっぱり来なくて、次の日に帝王切開をしてしゅんちゃんが生まれた。帝王切開はまあうまくいった。怖かったけど一人でも意外と大丈夫だった。しゅんが生まれた時本当に旦那のコピーだった。今は私たち2人お混ざってる感じだけど、その時は旦那とそっくりで嬉しかった。しゅんは外で待ってるお父ちゃんのとこへいた。出産後1時間だけ旦那と3人で一緒にいられた。他の病院だったら、それさえできなかったから、せめてその日に少し会えたことに感謝してる。手術が終わって、私はしゅんを初めて抱っこした時すぐおっぱいを飲んでくれてすごく可愛かった。旦那が、書いた途端に麻酔が、消え始めて息に全部痛み感じちゃって、強い痛み止めの注射をもらったら大丈夫だったけど、それはちょっとまあ痛かった。で正直言うと、入院中の時は大変だった。精神的に出産後のホルモンが暴れて、帝王切開の場合は1週間も入院しないといけなくて、1週間も旦那に会えなくて、コロナのこともあるから他のママたちと話することもできなくてすごく寂しかった。
旦那に会いたくてってずっと1週間もこっそり泣いてた。旬と過ごしてる時間はもちろん素敵な時だったけどその年の1月と3月に友達の赤ちゃんが生まれて2人とも入院中、旦那さんたちにずっと会えたから自分のこと嫌になるほど羨ましくて、あまり友達にその寂しさのことを言えなくて、なんか自分がひどいことを言っちゃうのかなってメールするのを我慢して余計に寂しくなった。肺の病気と13歳の時の、緊急手術の時何回も長く入院したことがあって寂しかった。だから出産の時、この部屋から出られない、誰にも会えない、これは単なる、病気の入院みたいって思った。先生たちは赤ちゃんとお母さんを守りたいだけって分かってるし、私よりももっともっと辛い経験をした妊婦さんや、お母さんがいると思うけど、やっぱりものすごく幸せなことなのに、息子と一緒にいた最初の1週間の思い出に苦しいこともあったことが複雑な気持ち。もう一つ大変なことがあった。これは麻酔のせいかなと思うけど、帝王切開の後から旬が生後6週間までは寝ようとしたら息が急に止まることがあった。クリニックで、酸素を測るやつがあって、それ毎晩寝ようとしたら10分おきにピーピーってなって酸素が 60% まで下がることもあった。その時は肺のせいかなって思って死ぬかと思った。怖かったけど、入院してるクリニックにはレントゲン取れる機会もなくて、もちろん呼吸器内科の先生もいないから大きい病院に行かないと原因がわからない。でも、普通の病院にコロナのクラスターがあってっていうか多かったから、その時いたら自分もコロナになるかなって怖かったし、シュンと離れるのが絶対嫌だったから何も言わなくて一人で死ぬのかなって悩んでてもっと泣いた。本当はその時病院に行けばよかったと思うけどね。他に誰かが死ぬのかなって悩みがあったら病院に行ってください。横にならないで90角度で寝ることにしたら息が止まらないって分かったから、シュンが生後6週間までずっと完全に座ったまま寝てた。今は普通に寝て普通に息をしてる。この話、シュンが生まれた時の話、人に言うの実は今日初めてで、噛まれた。この気持ちをやっと伝えて、これで心が軽くなって、今は感謝でいっぱい。出産の時は一緒にいられなかったけど、出産前に旦那と一緒に過ごせた時間は今宝物だし、一緒に旬のために散歩したりして、それで絆が強くなったと思う。旬が生後2ヶ月頃まで旦那がテレワークできたからずっと3人で一緒にいられた。
うるそれでマスクしてない人が多かったから、昼の散歩は危険だったから、夜中の12時とかに3人で散歩してた。一番記憶に残ってるのは有馬温泉午前1時に一人もいない静かな有馬温泉を歩いてた。楽しかった旦那のこともすごく感謝してる。旦那は私たちのためにずっと働いてくれて、1年間も一人で買い物してくれて、私電車に乗れないから旦那の休みの日に病院まで送ってくれて、飲み会を何回も断って私たちを守るためにすごく我慢してくれてる。そこまで私たちのために思ってくれる旦那がいて、私たちは恵まれてると思う。私ずっと家にいることも大変だけどシュンとずっと一緒にいられて、シュンとずっと一緒にいられて、ゆっくりで近くで成長を見ることができるそして家族旅行に行けないけど行きたいから、旦那が考えてくれる、人がいなさそう、なマニアックな、県内のところにだいたい毎週末行ってるもちろんそれは全部外、こうやって話をするこうやってこの話をすると自分はどれほどラッキーなのか気づく。何よりも私たち3人が無事だっていうことにすごく感謝してる。この感謝の気持ちを心に刻んでおきたい。感謝をすると幸せに気づく。ね、シュン。シュン、don't hit me.